にちは、トラベルライターのゆりえです。今回なんですけど、リクエストいただいてた質問動画を答えてたんですけど、動画が長くなってきてしまって、前半と後半に分けることにしました。前半は基礎情報的なお話だったりとか、結構一問一答で答えられるようなお話だったりとか、あとは仕事関連のお話だったりとかを前半でしています。後半は旅行だったりとか、あとはエルメスに関する質問だったりとか、あと恋愛系とか人間関係の質問も来てたんですけど、私でお力になれるかは分かりませんが、答えられる範囲で回答できたらなと思っています。せっかくなので後半は飲みながらやっていきたいと思います。ハワイで買ったマノアのミードを持ってきました。リリコイ味、パッションフルーツの味です。これすごい美味しくて、ホールフーズとかでも買えるので、ハワイのね、ぜひチェックしてみてください。というわけで、はい、乾杯。美味しい。酔っ払う前にじゃんじゃん答えていきたいと思います。後半は旅行編からいきたいと思います。53個目、旅行してみたい国はモロッコ、アイスランドは行ってみたいと今思ってます。あとはアフリカのサファリだったりとかも気になってます。54個目、今まで旅行した中で一番良かった場所が知りたいです。去年取材で行ったスイスはすごい良くて、本当に感動しました。で、取材だったので後半一人でいろいろ回ったんですけど、せっかくだったら誰かと一緒にまた行きたいなと思ってる場所の一つです。で、あとはサントリーニ島は新婚旅行で行ったんですけど、ギリシャのサントリーニはすごい良かったかな。あとは去年の年末に行ったウユニ塩湖も行くまでがすごい大変だったんですけど、あれは行く価値があるなと思いました。あと定番なんですけど、いつも行っている香港とニューヨークは大好きなので、今後も年に何回か行けたらなというふうに思ってます。はい、次、55個目、香港、マカオのおすすめホテル、スポット、ご飯屋さんを教えてほしいです。ということで、ごめんなさい、マカオが全然詳しくないので香港だけになっちゃうんですけど、香港はホテルはグランドハイアット、ワンちゃんのグランドハイアットが一番好きで、せっかく泊まるんだったら、ラウンジ付きのプランをおすすめしてます。で、あとワンちゃんのハリだったりとか、あとフレミングっていうホテルもすごい良かったです。どっちかというと2つはブティックホテルっていう感じのタイプのホテルです。で、予算関係なくもう全然ラグジュアリーな旅をしたいんだったら、ローズウッドとかマンダリンはもう間違いなくクオリティも高いですし、またぜひ泊まってみたいなと思ってるホテルです。ご飯屋さんはもうめちゃくちゃいっぱいあるので、香港のグルメだけをまとめた Vlog みたいなのがあるので、ちょっとここに出しておくので、これをぜひチェックしてみてください。56個目、香港でおすすめのホテルはどこですか？これもさっき今かぶっちゃってるので、これ飛ばしますね。57個目、長距離フライトでの持ち込みアイテムを教えていただきたいです。これね、いっぱいあるので、近いうち動画を撮ってアップできたらなと思っているので、ちょっとこれは新しい動画が上がるまで少々お待ちください。58個目、入江さんの YouTube を参考にハワイハネムーンに行ってきました。ありがとうございました。嬉しい。ご結婚おめでとうございます。参考になったみたいで良かったです。たまにね、こういう風に感想だったりとか DM いただくんですけど、月並みなんですけど、とても励みになっているので嬉しいです。ありがとうございます。59個目、ゆりえさん LCC に乗ることってあるんですか？全然ありますよ。ジップエアーとかも超ヘビーユーザーなんですけど、っていうのがサンノゼとサンフランシスコどっちからも成田便が出てるので、多分一番使ってるんじゃないかな。韓国行く時とかもエアプレミアだったりとか全然使うし、逆に私多分 LCC の方が乗ってるんじゃないかなと思ってます。例えばビジネスクラス乗りたいとか、ファーストクラスをエミレーツでみたいな、でも全部ポイントなので、どっちも乗ります、私は。60個目、国内のおすすめホテルやスポットを教えてください。国内で私一番好きなホテルは伊勢志摩のアマンの系列のホテルなんですけど、海外に行けない時期に何度も行ったんですけど、やっぱり何度行ってもよかったので、また久しぶりに行きたいなと思ってます。61個目、都内でおすすめのレストランを教えてください。いっぱいあるからどうしよう。最新のレストラン情報あんま知らなくて、友達に連れてってもらったりとかすることが多いんですけど、
何軒か都内にある海鮮だったりとか大人の居酒屋さんをやっているかっぽり系列とかよく行きますし、あとはラーメンだったらきかん坊とかめっちゃ好きです。辛いやつ。あとはマンダリンのセンスっていうレストラン、広東料理のレストランの土日限定かなでやってるヤムチャビュッフェとかもすごい良かったなと思ってまた行きたいなと思ってるところです。旅の次は恋愛と人間関係編です。62個目、ご主人との馴れ初めを教えてください。で63個目も、馴れ初めが聞きたいです。一緒に答えますね。大学のサークルの先輩で、3つ上なのでギリギリ私が1年生の時に4年生っていう感じでギリギリかぶってました。こうなんか飲みに行ったりとかするようになったのは彼が卒業してからで、まあなんかタイミングがあって付き合ったっていう感じですかね。で来年で結婚10年になります。あっという間。64個目は旦那様に不安があったらどうしますか。私は聞いてもらえないと爆発してしまい彼と長続きしないです。私も食べまくって爆発するタイプなので分かります、気持ちは。嫌だったらやめてほしいことだったりとか結構小出しにして言うようにはしてて、ためないようになるべく。であとコミュニケーション不足の時って結局そういうなんかモヤモヤが起こりやすいなと思うので、なんで自分がモヤモヤしてるのかっていうのをなんか整理したりとかはしてます。私ブチ切れちゃうと今までしてくれたこととかを全部すっ飛ばして切れてしまうっていう癖があるので怒っててもなんかそれは必ず認めて伝えるように努力はしてます。例えば何にもしてくれないじゃなくて何々してくれてるのは分かるけどちょっと足りないとか、なんかそういう感じで伝えるように一応気をつけてはいるつもりです。向こうがどう思ってるか知らないけどはい次65個目、旦那さんと喧嘩したりしますか。最近そんなしないかも。なんか彼も私の扱いに慣れてきてて、多分やばいなこれ切れるなって多分思ってる時は向こうが察知してる気がします。私が基本勝手に切れてるだけなので喧嘩になることがあんまないかもしれないです。なんかもうもはや猛獣使いみたいな感じごめんなさい、これが回答になってるか分かりませんが、結論としてはどちらかというと私の努力というよりは夫のおかげでうまくいってるという感じでした。66個目、遠距離恋愛の経験についてお話をお聞きしたいです。そう、夫と付き合った時点で数ヶ月後にもう遠距離だったんですね。私が留学に行っちゃって、でその後また少し一緒に過ごして、中国に行っちゃったので彼が先に。なので遠距離ばっかりでしたね。で日本の会社って入籍籍が入ってないと帯同家族として一緒に連れていけないとか、なんかそういういろいろしがらみがあって一緒にいるために結婚したっていう感じかな。で、コロナ禍で、彼が一人で中国にいて私が日本で、待機みたいなことも一時期あったりとか、半分とまではいかないけどかなりの年月を遠距離で過ごしてます。でただ終わりが見えないと病むのでいつまで頑張ればいいのかっていうのが分かるんだったら、私も今後でも別に遠距離でもしょうがないかなというふうには思ってます。単身赴任とかね。意外と酔っ払うかも。はい、67個目、苦手な友達との付き合い方に迷っています。ゆりえさんならどうしますか。いやなんで苦手なのかにもよりますよね。20代の時は結構いろんなとこに飲み会だったりとかも顔出してフットワーク軽めな感じで生きてきたけど、30代になってから苦手な人とは別に自分の大事な時間を使って会わなくていいかなっていう風に思い始めて、プライベートの友達だったら私は苦手だなと思ったらちょっと距離を置くかもしれないですという感じです。68個目、親友って呼べる人はいますか。友達関係で大事にしていることがあれば知りたいです。親友いるけど親しい友達っていうのがすごい少ないです、数で言うと。さっきの話にもつながるんですけど、なんか自分のことをなんか大事にしてくれる人にせっかくだったら時間を使いたいなと思うので、友達関係で大事にしてること、自分軸で話ができる人と、
あとは長く友達でいるような気がします。自分の話ができる相手、向こうも自分自身の話をしてくれる、例えばキャリアの話だったりとかもそうだし、そういう話にお互い興味を持ってる相手と私は結構仲良くなることが多いかなと思います。それはだからそうなると子供ができたりとか結婚してもあんまり関係性は変わらないかな感じです。ちょっとまとまってないようなまとまってるようななんですけど。69個目、疎遠になってしまった友達がいて悲しいです。ゆりえさんも経験あったらアドバイス欲しいです。私も全然いますよなんだろう、アドバイス、理由がなんで疎遠になっちゃったからか分かんないからな、難しいんですけど、的外れだったらごめんなさいなんですけど、特に女性の場合ってなんかその出産結婚とかでなんかこうライフステージが変わることって多分男性より多いと思ってて、なんかそうなった時にそれきっかけで疎遠じゃないけど会わなくなっちゃった友達とかは全然います。でもなんかそれってもう自然なことだから別にあんまり考えないようにしてて、今はそういうなんだろう、タイミングじゃなかったんだなみたいな感じ、あんだけ仲良かったけど、まあそういうもんだよねっていう。で例えば逆に自分のライフステージが変わった瞬間にそのお友達とまた再接近するみたいなことも絶対今後あると思うし、あんまり深く考えないようにしてます私は、だから疎遠になることもしょうがないのかなって、あんまりそこで無理して付き合い続ける必要もないかなというふうに私は思っちゃいます。次が美容です。美容があった、忘れてた。70個目、今までの美容施術が気になってます。71個目に似た感じ。今までされた美容医療でやってよかったものが知りたいです。これじゃあ一緒に答えますね。いろいろやりすぎて失敗ももちろんあったし、ちょっとやんなきゃよかったなみたいなことも全然あるので、こういうのって結構クリニックが絡んでくるとちょっと大変なので発信の方法を迷ってて、あんまりこう全部公開してないんですけど、今現時点でじゃあやってよかったで実際にリピしてるものを、じゃあ紹介します。半年に1回ウルセラをやってます。ウルセラってハイフなんですけどやってるんですけど、最近やっぱりちょっと頬がこけてきた気がして、今後はウルセラでいいのかっていうのはちょっとカウンセリングで今後聞こうかなとは思ってるんですけど、半年に1回ウルセラをすること、あと、肩と首のボトックスは半年に1回やってます。で痛みに耐えれる余裕がありそうであればリジュランも、韓国であれば打ったりします。であとは眉間とおでこのボトックスはやるんですけど、このおでこはもうちょっと若干シワがついちゃってるのでボトックス打ちたいなとは思ってます。あとは首フィラーは結構良かったかなと思ってるんですけど、もともと小さい時から首に小さい時とか若い時から結構がっつりシワが生えてたので、それも結構コンプレックスだったんですけど、とはいえちょっとまだ全然普通の人よりは全然あると思うんだけど、マシにはなったかなっていう感じはしてます。なので今後も、フィラーがいいのかレーザーがいいのかわからないけど、首のこのシワの対策はもうちょっとしていきたいなと思っているところです。美容医療で失敗したことありますか？そうあります。全然あります。でもそのさっきの話じゃないけど、ちょっとクリニック関係の話になるとちょっとめんどくさいので、今言えるレベルの失敗だと、おでこのボトックスをした時になぜかね、この眉毛の真ん中だけが効いてなくて、こっちは全然ちゃんと止まってるんだけど、ここだけがなんかこうビヨンって動くみたいな、なんかその謎の現象が起きてしまって、それは失敗したなって思いました。でもボトックスは修正ができるので基本的には修正できるものにしかあまり手は出してないですね。で修正してもらったから全然いいんですけど、眉上このおでこは結構多分先生が上手か上手じゃないかってすごい大事なポイントなんだなと思ったので、それ以降は絶対大丈夫って思ってる先生のところに行くか、韓国だったら、日本だったら1週間以内2週間以内に来てくれたら修正できますみたいなところもあるので、そういうとこを選んで打った方がいいかなというふうに思ってます。73個目、おすすめのサプリメントなどがあれば教えてください。私は日本でいつも買ってるリポシーっていうのかな、リポドームビタミン C、味は全然美味しくないんですけど液体のサプリがあって、それは、常に常備していて、あとは、むくみ取り用の、サプリ、韓国のニューベインは私結構自分の体には合ってるなと思うので、それはいつも韓国に行くたびに買い足すようにしてます。次
74個目、毎日のメイク動画が見たいです。私メイクめちゃくちゃ適当なので10分以下で終わってしまうんですけど、それでよければ今度なんかの旅行中のあれとかに入れるか、1本動画になるかなぐらいの短さなので、ちょっと考えて撮りたいと思います。リクエストありがとうございます。はい、次75個目、旅行が多くても体型維持されているコツはありますか？できてないかもしれないでも大幅に例えば10キロ太ったとかは全然ないんですけど、その前に気づいて何とかするので、ちなみに今回も1ヶ月日本に行って、その後ニューヨークに行って、2.5 キロ増えてたかな。なのでまた今ちょっと減量しなきゃいけないんですけど、なるべく旅行中には歩くことだったりとか、あとご飯は絶対我慢したくないので、旅行中はそう食べるために旅行してるのもんなので、前と後に調整するようにしてます。ジムに行くっていうよりはタクトレがメインなので、マット1枚でできる運動が今一応習慣化はされてるので、旅行中に例えばちょっと体を動かしたいなって思った時に、部屋にマットあればそれ使うし、バスタオル引いたりとかしてできるものを習慣化するようにはしてます。じゃあ76個目、使ってる香水を知りたいです。基本的にはディオールのジャドールとエルメスのバレニアが、発売してからずっとそれを使っていて、それがメインの2つです。で、夏はディオールリビエラ、ちょっとパイナップルっぽい香りがするやつ、それがお気に入りで夏使ってます。で、冬はルナロハっていうフエギアのルナロハっていうのを香水に詳しいお友達が誕生日に選んでくれて、すごいそれがね、こうなんて言うんだろう、冬っぽくてお気に入りなので、冬は最近それを使ってます。77個目、ゆりえさんの骨格が知りたいです。骨格ね、そう、これ聞かれて、私知らなかったんですけど、チャット GPT に聞いてみたら、なんかこう簡易テストみたいなのをやってくれて、結果が出たんですけど、骨格ストレートナチュラルのミックスです。ストレートよりらしいです。エルメス編に入ります。78個目、ゆりえさんがエルメスにハマったきっかけは？きっかけが1個あって、日本がきっかけだったんですけど、日本で、今ほどそんなエルパトってそんなに流行ってない時期だったかな。日本での SA さんとの出会いがきっかけでした。で、ある店舗で夫と一緒に買い物をしてて、でサンダル買ったんですね、その日で。その時接客してくださった方がいて、何週間後かにそのまた店舗に行ってふらふらお店を見ていたら、前回接客してくださった方が覚えててくださって、で声をかけてもらって、でそこからお付き合いが始まったっていう感じなんですね。その方のこの人柄だったりとかセンスがすごい私は好きで、がっつりハマってしまったっていう感じですかね。いや、だからすごいエルメスすごいなと思った瞬間がそれでした。海外のエルパトはどっちかというとハマったきっかけは、ちょっとゲームっぽい感覚なので、ちょっとまたこれは違うかなっていう感じですけど、やっぱりこう攻略していくみたいな感じの気持ちが強いのは海外かなっていうふうに思います。はい、次79個目、エルメスの店員さんとどんな話をされますか？担当さんを作るにはどうしたらいいですか？海外と日本で違うんですけど、ちょっと日本はさっきのエピソードからあったように自分でこう担当さんを作りに行こうとしたわけではなかったので、ちょっとそれは置いといて、海外がメインになるんですけど、会話の内容は普通に割と雑談から入ることが多いかも。基本的に私海外の時は英語でコミュニケーションを取るので、そうなると、ハワイから始まって、こうなんて言うんだろうな、スモールトークみたいなのをした後に本題に入るっていう感じなので、天気の話だったりとか、あとはなんか昨日着いたばっかりでみたいな、今日はお買い物する日なんだよねみたいな話をしてみたりとか、あと話してみて、でもこう相性いい悪いって絶対あると思うので、相性良さそうだなと思ったら、自分の名前はゆりえって言うんだけど、お名前聞いてもいいですかみたいな感じで聞いて名前を聞くだったりとか、そうすると名刺渡してくれる方も結構いたりとかして、でそれを元にまた次回アポを取ってお店に行くだったりとか、もし名刺いただいてない場合でも名前覚えておけば、なんとかさんっているって聞けばいいだけだから、それで前回こう接客してもらったんだけどみたいな話をして担当さんになってもらったっていうことも実際にありました、今まで。あとは、海外だと普通に友達だったりとか知り合いに担当さんを紹介してもらうっていうパターンの2択で担当の方にはついてもらってます。はい、
そんな感じです。80個目、エルメスのバッグのドアどう収納されていますか？このダストバッグっていうのかなに入れた状態で、型崩れしてほしくないのでバックピローは入れるようにしています。こんな感じ。これレザーソリュートっていうところのやつを買ってるんですけど、でこれで普通に蓋閉めてこの袋に入れて棚にこう立ててるっていう感じですね。でなぜこれを入れてるかというと、私が家族からもらったすごい年代物のケリーがあるんですけど、多分当時はそんななんか中にバックピロー入れてみたいなそういう感じの扱いのバッグじゃなかったらしくて、っていうのが値段が全然違ったので、当時多分50万もしないぐらいで買ってるケリーなんですけど、こうなんて言うんだろうな、重力でここがこうなんていうの、ペタってなっちゃう、こういう感じの状態になってて、もったいないと思ってこういうのを入れるようにしたら結構改善はしたんですけど、せっかく長く使うんだったら多分こういうのはちゃんとねこう入れてあげた方が長持ちするんだろうなと思ったので、それはちょっと身をもって経験したので、バックピローだけは絶対入れるようにしてます。あとは全部家に置いておいても使わないので、その時の気分だったりとかシーズンに合わせてこう入れ替えをしたりとかして使ってます。次、81個目、エルメスで次に狙ってるものは何ですか？今リクエスト入れてるのはミニケリーの白系を入れてます。いつ来るか分かりませんが気長に待とうとは思ってます。でもなんか最近そのミニケリーを買ってからケリー結構便利かもみたいに思い始めて、旅行が多いのでやっぱ肩掛けできるバッグってすごい重宝するんですね。なのでケリーの25もいいなって最近ちょっと思ってるところです。82個目、エルメス以外で今欲しいと思ってるものはありますか？エルメス以外か、シャネルのバックパックはずっと欲しくて探してるんですけど全然どこにもなくて、ザローのバッグはずっと欲しいんですけど、マルゴーだっけ、めっちゃ欲しいんだけど値段を考えた時にって思ってずっと迷ってて、ちょっと一回今ステイしてる感じですね。次、84個目、持ってるエルメスバッグ全部並べたところが見たいです。何回かリクエストもらったんですけど、さっき言ったみたいにちょっとバラバラの場所に置いてるので全部がこう集合するということがほとんどなくて、でもせっかくだったらこれだったりとか今手元にあるもので一番使ってるものをじゃあご紹介すると、これ今年の夏は一番使ったのがパーキン25のノワールのシルバー金具。これねめちゃくちゃ良かった。やっぱり買ってよかったっていう感じでした。これは日本で買ったやつ、エトゥープね、エトゥープゴールド。もうずっと欲しかったこのスペックは鉄板で、めちゃくちゃヘビロテ愛用してます。こちらですね、バーキン25のトゥープゴールド金具は、一番使ってるかな。やっぱり可愛いんですよね、この色合いがとっても好きです。あとはミニケリーかさっきもちょっと出てきたんですけど、韓国で買ったミニケリーは物全然入らないんですけどやっぱ可愛い、使いやすいというか、ミニケリーちゃんでピコ。今年一番使ったのはこれかも。これ香港で出会ったクレのピコタンです。ずっと欲しかった白のピコタンなんですけど、なんか冬に絶対使いたいとか思ってたんですけど、夏も全然ガンガン使いました今年は。でもちろん冬のコーデにはぴったりだったし、ゴールド金具なのでこれはまた長く使いたいなと思ってるアイテムです。であとね、ちょっと変わり種でいくと、これさっきケリーのねバッグを家族からもらって型崩れ防止しないとなみたいな話をしてたと思うんですけど、それと一緒にもらったのがこれなんです。コンスタンスミーの、ボックスカーフのゴールド金具。なんかもう傷とかも全然ついちゃってるし、かなり年代物ではあるんですけど、これもパリの本店で買ったものらしくて全然使ってないものなので私がありがたく使わせていただいてます。こんな感じ。
最近よく使ってるお家にあるエルメスのバッグがこんな感じのラインナップになってます。83個目、コンスタンスかシャネルのマトラッセ、年取っても使えるのはどっちですか？どっちだろう。どっちも長く使えそうではあるんですけど、個人的にはマトラッセかな。どうだろう。どっちもほらロゴがしっかりついちゃってるから、これは好みだと思うんですけど、多分同じような用途になるかなとは思っていて、マトラッセの方がもしかしたらわかんない、資産的な価値みたいな、なんか次の代にみたいなこととかも考えるんだったらマトラッセの方が長く使えるのかな。でも年取ってもですよね。いや、マトラッセの方が使えるんじゃないかな。個人的にはそう思います。個人的な意見はマトラッセ派です。はい、次85個目、ファーストエルメス何だったか気になります。ファーストエルメスはピコタンのエトゥープのゴールド金具で、中国の、中国生活が最後終わった時に深センで買いました。当時はね、全然まだ色も選べたし、3色くらい来たのかな。黒、エトゥープ、ゴールド来たけどどれがいいみたいな感じで WeChat で連絡が来て、いやもう絶対エトゥープ、それもちょっと置いといてとか言ってピックアップに行ってみたいな感じで、全然その時は普通に買いました。懐かしい。あの時にもっといろいろ買っとけばよかったってちょっと思います。次86個目、パリエルメス抽選当たってもミニエブだったのですが課金が足りなかったと思いますか？難しいこれ。なんかパリの抽選って一元でもちろん行くじゃないですか。でほぼ無課金の状態でワックバッグ出してもらってるっていう話も聞くし、抽選に当たっていったんだったら本当に在庫がなかったか SS さんに出す気がなかったかのどっちかだと思うんですけど、パリって本当に私も謎が多くて分からなくて、例えばその時にこう課金を多分したと思うんですけど、他に何か興味あるものあるみたいな感じで聞かれてたら、多分それはもうちょっと買ってって意味だと思うんですね。だからそういう合図があったかなかったかによってなかなか判断ができないんですけど、私はなんか他に何か興味あるものあるって聞かれた時は課金してねっていう意味だと勝手に思っていて、で別に無理に買う必要はないんですよ。だけどそういうニュアンスだと思って撮ってます一応。だからそういう質問があったかどうかでちょっとこう思い出していただいて、でも多分だけどミニエブだったら課金が足りないというより多分本当に在庫がなかったのかなと思ったりもしますけどね。どうなんだろう。ちょっと本当にパリは私も謎が多すぎてよくわからないのでごめんなさい。あんまり参考になる回答ができなくてとても申し訳ないんですけど、相性とかもあるので生産のなんかそれもあったのかもしれないです、もしかしたら。はい、次87個目、ワクバッグの課金が割と優しい国を教えてください。1回で行って1回で買うっていうんだったら香港かなと思いますけど、ただ色がねあんまり選べないことが多いので、どんな色でもいいからっていうんだったら香港がいいんじゃないかなと思いますし、あと通えるんだったら韓国もいいんじゃないかなと思います。はっきり、してるので、日本と多分法律が違うから言えること言えないことっていうのが多分決まっていて、それが比較的日本よりは韓国の方が分かりやすいかなというのは思います。でも韓国の一撃課金は正直バーキンキャリーはあんまりかなって思ったりはするんですけど、個人的には思ってます。この周りの話を聞いた感じと。そうでも、一撃でもし行きたいんだったら韓国よりも香港の方がいいのかな、マカオとかと思いました。88個目、韓国、シンガポール、タイ旅行予定でどうしてもケリーとバーキンまでたどり着きたいです。シンガポールとタイのエルパと経験したことがないのでちょっと詳しい話がわからないんですけど、韓国はさっきもあったように相性のいいSA さんにを探してみて通ってみるのは全然ありだと思います。別の動画でもちょっと韓国のワクバッグについては話してるので、ちょっとこれも見ていただいていい SA さんと出会えて通いもしくは普通に一撃で買えるチャンスはもしかしたらあるんじゃないかなというふうに思ってます。89個目、バーキンはガンガン日常で使っていますか？汚れとか怖くないですか？割とガンガン使ってますね。もちろんなるべく汚れてほしくはないけどバッグなので、汚れても汚れちゃった時は仕方ないかっていう感じのマインドで使ってます。
で最近はちょっと思ってるのがバーキン30をこうもうガシガシフライトとかでも下にポンって置いてももう気にならないぐらいガシガシ使える用のバーキン30を濃いめの色で1個買い足そうかなっていうのをちょっと迷ってます。なんか25ってやっぱちっちゃくてコロンとしてるので、あと物があんまり入らないのであんまりガシガシ使うっていう用途ではないんだろうなっていうふうに思っていて、ちょっと今それは迷ってるとこです。でも割と普通に使ってます。90個目、エルメスバッグ国外への持ち運び方法はどうされてますか？持ち運びは、基本手荷物に入れてます。自分でその手荷物として持っていくか、機内に持ち込めるスーツケースの中に入れるかどっちか。基本的に貴重品は預け荷物には絶対入れないので、バッグもそうだしジュエリーもそうだし機内に持ち込んでます。91個目、エルメスやジュエリーは自分で買われてますか？さっきもなんか似たような質問があったんですけど、エルメスはなんかもう趣味のコレクションみたいな感じなので、あんまり夫に買ってみたいなことはないですね。でだったらジュエリーを買ってほしい、夫には。エルメスは買ってもらうことないです。基本的には自分で買ってて、ジュエリーは結構その記念日とかのギフトで買ってもらうことが多かったりするので、もちろん自分でも買えますし買ってもらうことも全然あります。次、92個目、いつか PO パーソナルオーダーの予定はありますか？あったら嬉しいですね。ぜひやりたいと思ってますけど、なかなかね回ってこないので、いつかできればいいなと思ってます。93個目、シルクイーンの財布どこが豊富でしょうか？この間行った香港とかも全然いっぱいあったし、香港マカオは結構普通にありましたね。あと中国大陸、中国本土の方も全然普通に置いてました。でアメリカもあるところは全然大きい都市だと結構置いてるし、ただなんかこう私もあんまりお財布をそんなに頻繁に買えないので在庫あんまり聞いたことがないんですけど、割と普通に置いてあるイメージではあります。アメリカもあるし、日本がなさすぎるだけかな、多分それはあるかもしれないです。94個目、ゆりえさんの YouTube を見て韓国に行ったらフリーのピコタンに出会いました。おめでとうございます。なんかこうやってね報告してくださる方結構いるとなんか私まで嬉しくなっちゃうんですけど、ぜひいろんな動画、エルメスの動画いろいろ出してるので見てみてください。次はエルメス終わってその他のジャンルです。95個目、ジェリーキャットのコレクションが見たいです。ジェリーキャット興味ある人いるんですね。嬉しい。ちょっと待ってくださいね。連れてくる。こんな感じです。かわいい。1個ずつ紹介すると、この子が、フライト用のうさぎちゃん。ちょうどいいサイズ。ふわふわ。なんでこれそもそも持ってるかっていうと、私兵所が苦手で、そもそもで、飛行機乗る機会が多いのにもかかわらず兵所が苦手で、一回もうねフライト4時間ずっと揺れっぱなしみたいなことがあって、そこからちょっと飛行機苦手かもみたいな、好きなんだけど苦手かもみたいな時があって、なんかこういうなんかふわふわしたものを持つとちょっと安心するじゃないですか。だからどっちかというとこの子は握られてます。フライト中こんな感じで。なのでこの子はフライト用です。座ってもらって、この子は犬です。この子はそんなに一緒に旅行に来たり来なかったりする。でこの子新入り、たまにこの子も一緒に旅行に来ます。この子はうさぎです。この子も日本で買いました。でこの子がねちょっとレアなの。なんか見て、タグの色が違うの。アニバーサリー仕様で、この鼻も見てちょっとキラキラしてる。手触りもふわふわなんですよね。この子はお留守番してます。基本的にはお家から出ない箱入り娘です。そんな感じです。他にもねチャームとかいろいろあるんですけど、スタメンたちはこんな感じになってます。96個目、 YouTube と関係ないですがファッションが素敵です。もっと知りたいです。すごい嬉しい。ファッションを褒めてもらえるのはとっても嬉しいです。コーデね、いつもクレジットをつけてくださいっていう風に言われるんですけど、ついつい忘れちゃってたので来年からはなるべくコーデにもクレジット、どこのブランドのものかだったりとかをつけるようにしたいと思います。ありがとうございます。97個目、ジュエリー選びのポイントなどありましたら教えてください。お値段するものはちょっと背伸びして買った方が長く使えるなっていう風に思っていて、
婚約指輪もいただいた時はちょっと私にはすごい大きいかもって思ったんですけど、10年経った今だと結構馴染んでますし、あと手がねやっぱり年を重ねると華奢なものよりもちょっとこうボリュームのあるものの方が似合うようになってくるらしくて、私もちょっと最近それを感じていて、なので華奢なものは例えば重ね付けできるものを選んだりだったりとか、安いとこで買うとか、例えば私は重ね付けする方が好きなので、それを踏まえてジュエリーをコーディネートというか選ぶことが多いです。これとこれ重ねて使おうかなって思いながら買ったりとかすることが多いです。で、ちょっと前にジュエリーの、紹介動画を出してるので、これもよかったら見てみてください。次、89個目、違う、88個目。ファッションや小物使い参考にしています。パールのネックレスはどちらですか？これかな？パールのネックレス。これのことでしょうか？これはオーレートニューヨークっていうニューヨークのブランドで、多分日本にもシッピングしてるんじゃないかなと思うんですけど、はい、これ結構ねよく聞かれるんですよね。これお気に入りです。99個目。ジュエリー、ファッションが華やかで素敵です。参考にしているスタイルなどありますか？ありがとうございます。参考にしてるのは、私割と普通にインスタのリールで流れてくるようなファッションのリールだったりとか、でも基本的には海外の人のファッションを参考にすることが多くて、というのが日本のものを見ても日本にいないから買えないので、基本的には私海外のインフルエンサーの子だったりとかのファッションを参考にすることが多いです。スタイル的な話で言うと、芸能人枠で言うならヘイリー・ビーバーだったりとか大好きだし、あとカイリー・ジェンナーもちょっとぶっ飛んじゃってはいるんだけど、可愛いなって思ってよく見てます。100個目です。100個目は、最後ラストです。2026年の目標と2025年残り何をされますか？2026年はぼんやりなんですけど、ちょっと今までの仕事とはちょっと違う新しいことを始めたいなと思っていて、来年1年かけて形にできたらいいなっていうふうに思ってます。それを頑張りたいなっていう感じと、あとは私なんかやっぱいろんな人に支えてもらったなと思ってるので、そういう人たちに恩返しできるように2026年は行きたいなと思ってます。2025年は残りは旅行もあるんですけど、とりあえず断捨離、来年また引っ越しをしなきゃいけないので、とにかく物を減らさないとっていうのが今急務なので、断捨離をしたいです。100個全部終わりました。長かったですよねリクエストいただいていた質問と自己紹介の動画、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。